スト食った。さあ、皆さん、どうも K です。お待たせしました。いや、お待たせしすぎてしまったかもしれない。とうとう出ました。22ステラ。たくさんの方にね、ステラのレビュー楽しみにしてますという声をいただいておりましたが、一言言わせてほしい。俺が一番楽しみだった。この瞬間を待ってました。ちょっといろいろやってて、釣り具屋さんで買ってきた時から時間が少し空いてるので、もうなんかかなり新鮮な状態。ステラを愛しております。早速ね、この22ステラ、味わい尽くしていきたいなと思っております。はい。で、このステラなんですけれども、僕が今まで使ってきたステラですね。全部のステラを使ったというわけではないんですけど、かなりですね、愛用歴長くてですね、01モデル。今回話題になっているスローオシュレーティングが採用されている01モデル、04モデルっていうところから僕始まりまして、ステラストーリーが。で、07、10、14、18、今回の22と。だいぶちょっと愛が深いので、この動画長くなるかもしれないです。あと気持ち悪いかもしれないです。その辺ちょっとご了承くださいと。ただ、もし、これ微妙だなっていうところがあったら、それは包み隠さず動画にしようと思うんで、そこはね、安心していただければなと思います。じゃあ早速見ていきましょうか。はい。で、これがね、まず取りにくい。ちょっと待って。これ、上のカバーがついてるんだけども、取りにくい。で、このカバー見て。ほら、ガンメタでしょ？今回ステラガンメタ基調になったので、それに合わせたのかな？いいよね。すごくいい。ただ同じく発売したダイワのフラッグシップ、イグジストの方が箱のクオリティは高かったです。まあいいや、そんなんどうでもいいよ。開けていくわ。はい。で、今回買った番手こちらですね。C3000 の XG という番手を買いました。で、C5000 の XG という番手も買ってるんですけど、まあ、先にこっちが入荷したということで、こちらを使用していきたいなと思います。じゃあね、早速開けます。はい。今回のステラ、袋が変わりまして、こういう、以前はね、普通のなんか布生地みたいな感じだったんですけど、ちょっと起毛した、これ素材名なんていうのかなわかんないけども、こんな感じの袋に変わってます。で、これボディのハンドルです。で、付属品もろもろ、説明書、それからパーツリストです。こちらも説明書かな。調整用のワッシャーとか、これ、アンチツイストフィンの替えも入ってると。バッチリ。はい。そしてこれ新構造についての注意点っていうやつなんですけれども、普通ハンドルを回した時にスプールが連動して上下するけども、そのハンドルの回転と関係なくスプールが動く場合がありますと。でも故障じゃないよっていうことが書いてます。そして、お待ちかねですよね。じゃあ開けていきましょうか。これですよね。ちょっとハンドルつけましょうか。はい、来ました。来たー。これが22ステラですよ。めっちゃくちゃスムーズ。まあこれはね、18ステラもスムーズなんで、新しいステラを巻いてる喜びがスムーズっていうね。さあ、何から話していく？まあとりあえずちょっとデザインからいきます。で、今回ね、やっぱりガラッとステラまた変わったんですけれども、印象が大きいのがこのスプールよね。スプールのデザインが縦線3本になったと。で、それに伴って、このボディのところもちょっと直線基調になりました。見えるかな？ここの部分もこんなにね、潰れてなかったんですよ。で、これペチャッと潰れてるようなデザインにすることによってここに角ができるんで、ちょっと力強い感じのデザインに変わりました。これ18ステラなんですけれども、この軸見たらわかります。ほら、ここの角ね。ちょっと力強い感じにデザインコンセプト変わったのかな。で、ボディの色は見てわかる通り、ガンメタチック。だいぶ暗くなりましたね。で、このスプールの差し色の金すらなくなって、もう超シックな感じになりました。
はい、僕はもうこれ見慣れたんですけれども、結構ね、微妙だという意見も発表同時は見ました。18ステラが発表された時もそうだったんですよ。うわ、ダッセーこれ。何この溝みたいな。でももうそれも馴染んだよね。だからステラっていうのは、メーカーが発表した PV とかね、そういうのを見てかっこよさが決まるっていうのもあるんですけど、みんながデザインを押し上げていくっていうリールでもあるんですよ。これだから今リリースされたでしょ？でみんな使うじゃないですか。で、SNS 見たらまあまあいいねと。ステラ最高だねと。で、写真もね、上がり始める。そして魚が釣れて一緒に撮られてる写真も上がり始める。フォロワーのみんなが喋り始める。そうなってくると、かっこよく見えてくるんだな、これステラっていうのは。ステラのデザインっていうのは、みんなで高め合っていくということなんですよね。わかります？とはいえですね、ちょっと僕悪いなというか、僕も慣れてないだけなのかもしれないけど、このデザインに。微妙なところ言わしてほしい。ここなんとかならんかった？ここ。このつなぎ目プッチーンみたいな、ここなんとかならなかったっすかね。このカバーをもっと上に上げるとか、18ステラの時はね、かなり上まで上がってたのよ。ほら、見えますかね。つなぎ目がほとんど見えなかったわけ。もうちょっとここなんとかしてほしかったな。代わりにこっちまで伸びてね、このカバーが。これも角ついたデザインになったんですけど、流麗から角付きみたいな。結構似てるよね。ちょっと特別感ないなみたいな。若干怪奇種に似ちゃったなっていう感じがします。はい。ステラは独立しといてほしかったな。うん。まあ、これもね、僕が今言った通りの話なんですけど、高まっていくのかもしれない僕も。あ、これでいいなとなってくるのかもしれない。今回の22ステラに関しては、ここバチッと止めてる部分も、ね、処理はしてあるけど綺麗にね、見せちゃって、ただ、遠目から見るとかなりつつましやかで、落ち着いたデザインになってるなっていう感じかな。うん。ギアもね、今回大口径化されて、よくクローズアップされてるのが、このギアのね、噛み合わせる面積が大きくなって耐久性が上がったと。巻き上げもちょっと力強くなったのかな。で、このギアなんですけれども、シマノのプロスタッフで、黒田さんっていう方がね、画像フリーで使っていいよということでブログに掲載していらっしゃったので、それをちょっと引用させていただくと、このぐらい差があると。18ステラから大きくなってるよってことですよね。でしかもギアの形状ももちろん見直されてると。そして、特徴その2ですね。ギアのとこから行きましたけど、多分メインはこっち。インフィニティループですよ。はい。もう皆さんも聞き飽きてるかもしれないけれども、超水巻きになったと。このオシレーションが遅い。これね。ほら、全然スプールが降りていかない。これ。上下がめちゃくちゃ遅い。うわ、滑らか。やっぱステラ。18ステラね。ほら。18ステラも滑らかやな。けど18ステラよりやっぱ巻き滑らかな新品やからかな。でもこの18ステラもオーバーホールしてから1回しか使ってないので、相当巻き心地はいい部類のはずなんですよ。それでもやっぱりだな。で、このラインローラーからラインが通ってきて、ここにね、スプールが上下することによって、順番に巻かれていくわけですけども、そのスプールの上下が遅いんで、当然密にピピピピピピピと巻かれていくっていうことですよね。で、細かく巻かれること、この超密巻きのメリットなんですけども、飛距離が出ると。要は、整えられて巻かれるから、整えられて出ていくよっていう理屈ですね。これはね、僕が昔使ってたスローオシュレートのステラ、01ステラ、04ステラ、これでもね、僕実は体験をしておりまして、07ステラ、スローオシュレーションが廃止された07ステラになった時に、あれちょっと落ちたかなっていうのは思ったんですよ。当時は漁港がね、琵琶湖の漁港が釣り禁止になってなくて、漁港の壁ばっかりずっと狙ってたんで、その時。ちょっと届かなくなったの、漁港の壁に。で、糸を出すもう一つの動作何って言ったらドラグじゃないですか。ドラグも同じ理屈で、その二つなんですよ。ただし、蜜巻きってこれ実はですね、デメリットがありまして、ちょっとね、僕の昔話をね、これさせてほしいんですけども、さっき僕が言った、ステラデビューが01ステラのスローオシレーション付きだったっていう話したと思うんですけど、その当時はね、フロロカーボンの硬いラインで、ものすごい軽いなんか3インチのノーシンカーとかを使ってセコ釣りをやってたので、そんなことをしたらね、フェザーリングしても、ラインを巻くときになるべく張るっていうことを意識しても、少しはボワッとなってたんですよ。当時は別にそんな気にしてなくてずっと使ってたんですけれども、07ステラが出まして、それはね、スローオシレーション廃止されたんですよ。で、07に乗り換えた瞬間に、確かに別にそんな気になってなかったけれども、その気になってなかったトラブルさえもなくなったぞと。スローオシレーションじゃなくなった瞬間に。
あ、そうだったのかと。その07ステラの時に、あ、このスローオシレーションっていうのはトラブルが多いんだなということを認識いたしました。そして満を持してこの22ステラでのスローオシレーションの復活。トラブルどうすんのよっていうのがその次の特徴の部分なんですけど、これで解消してるみたいです。これと、この ARC スプール、この段がついたスプール、これの角度、ここも含めたね、角度の調整によってトラブルがガンと減ったらしい。だからその超蜜巻きにおいての僕が当時感じてたネガなトラブルの部分をなくしたっつうことらしいんですよ。ここもね、これアンチツイストフィンですけども、ここでダルンダルンに緩んでても、ラインローラーを通った瞬間、このね、フィンが本当に外にラインを出さないようにして、ここは緩んでても、ここからは張った状態を作ってくれるっていう。画期的。18ステラもね、一応ぽいものはあるんですけど、もうクリアランスが全然違う。ほら、わかります？全然違う。で、ここの角度も練られたらしい。で、ここも、このドラグノブの部分も少し下げたことによって、ラインがここをまたぐっていうトラブルが、まあ、なくなりはしないんだろうけども、少なくなったよっていうことらしいのよ。マジと。もうまだ使ってないんで知らんのですけど、今回のステラはだからそこが新しい部分なんですよね。今までの巻き心地がアップしましたとか、ドラグ性能が向上しましたっていうのはまあもちろん今回も継続してるんですけど、根本的にリールの構造が変わったと。っていうかまあ元に戻った復刻っていう感じですかね。以前はねトラブルで多分ねクレームが多くて廃止になったんですよ、スローオシレーション。まあ、今回ね、島の100周年を迎えたっていうことで、それを復活させるっていうのはまたこれチャレンジなのかなというのを思ったりしてます。であとね、インフィニティドライブも入ったみたい。SW 機にはもう入ってるんだけども、まあ、ここに通ってるメインシャフトとピニオンギアの接触、擦れを抑えるという意味で、指示方式をブッシュに変えたと。まあ、これはね、僕も SW 持ってるのでわかるんですけれども、やっぱり抵抗の重いもんが楽に負けるっていう感じになります。それが汎用機にも降りてきたっていう感じですかね。問題はここですよ。ここがどういう感じになるかっていうのは本当に最大の注目ポイント。多分 YouTube にステラの指導動画みたいなのっていくつか出てると思うんですけども、一切見ていません。はい。もうその新鮮な状態でやっぱ使いたいわけですから、もうその先入観を入れたくないわけ。楽しみを奪わないでくれと。もう釣り場に行きたくてうずうずしてます。明日行くんですけど。まあ、ちょっとね、駆動音とかも見ておきましょう。安心ですね。ステラはやっぱり。これなんですよね。やっぱりステラが釣り人を楽しませてくれる部分って。操作感とか、もうドラグ音とかこの巻き心地がね、もう抜群なのよ。本当に。もう使ってて楽しくなっちゃうわけ。釣り人生においてのもう嫁さんみたいなもんですから、ステラとアンタレスに関しては。はい。ちょっとまあ、こっちも見ていきましょう。この辺はいつもの感じかな。で、今回のこのスプールなんですけども、一応この18ステラと互換性はあるみたいなんですけど、ノブもセットじゃないとダメみたいで、そこは注意が必要と。だから18ステラのスプールだけ持ってって、はい、釣り場で交換とかは、できないみたい。まあ、できないことはないけど、なんかうまく動作しないらしいよ。ただね、僕の場合、ちょっとまあこれもまたこだわりなんですけれども、この22ステラのボディだったら、この22ステラのスプールしか付けたくないんですよね。もう完全にややこしいやつなんですけど、まあ、とにかく僕はそういうこだわりがありまして、だから替えスプールは買う予定ですけれども、この22ステラの2500番のスプールを買おうかなと思ってます。これ見て、この部分、ほら。後ろ抜かれてるでしょ？ 22 ステラはきっちり埋まってて、見た目にも美しくなってる。なんか機密感が増しててすごくいい感じ。じゃこれを剥がしまして、早速。黒いんや。早速ね、釣り場で試していきたいなと思います。楽しみ。さあ、フィールドの方やってまいりました。で、コンディションはですね、これ暴風が効いてるんでわかんないと思いますけど、爆風です。こう、向かい風です。この辺とか、わかるかな？すごい。うわ、来た。風来た。予想以上。これで風をらすからね。で、セッティングなんですけれども、ちょうどいい感じで、僕はワールドシャウラの2752っていうモデル、7フィート6インチのモデルと、8フィート3インチのモデルを持ってるんですよ。で、パワーが一緒で、かなり似てるので、
これに両方つけてみて、すぐに切り替えて感じがわかるようにしました。で、ルアーも一緒。ラインも PE15 にリーダーが16かな。はい。じゃあまず、ちょっとあえて、いつもの18ステラの方から試していきたいなと思います。で、ルアーはセットアッパーですね。はい。これで。まあ、これは僕いつも使ってるので、本当に、もう今、いつものっていう感じ。セットアッパーいつもぶっ飛びなんですけど、そんなに飛ばないね。うわ、すげえ。新しいステラね。トラブルどうなのって言われてるんで、まあ、この環境はちょうどいいんじゃないかなと思います。さあ、それでは、22ステラ、初おろし。よかった。22ステラはね、初めて使うときは絶対にこういう、ジーソの海か、琵琶湖のホッコがいいなと思ってたんですよ。で、琵琶湖のホッコはイグジストでやったんで、ちょっとこっち来てみたんですけど、いいね。でね、これちょっと、ここのね、ベールの角度が違います。このベンドが変わりましたね。ちょっとライン濡らそう。ちょっと何とかしますね。いいね。やっぱステラはあれっすね。負荷かけて巻いてなんぼ。空回しはダメだわ。空回しでも悪くないけど、やっぱりちゃんとルアーの重さが乗った時のステラが最高っすね。ニヤニヤ。きれい。ここのラインむちゃくちゃ綺麗。明らかに音が小さい。やっぱこの金属ローターは安心するね。まあちょっと僕ステラ布教委員会なんで、この金属ローター、これの魅力についてねちょっと喋っていきたいなと思うんですけども、まあこのステラツインパワーはここのローターがね金属なんですよ。アルミなんですよね、モデルによるけどね。で、金属ローターの特徴なんですけど、まずちょっと重たいんですよ、金属なんで。なので巻き出すのにちょっとクッとちょっと重みがある。ただ回ってしまえば、わかります？ほら、これ勝手に回ろうとするんで、回ってしまうとね。なのでこういうプリプリと泳いでくるような抵抗のあるルアーはより楽に巻けると。一定速で巻きやすい。まあ、重たいものは止まりにくいと、そういうことですね。で、まあそれもまあ特徴の一つなんですけど、もう一個いいのはね、巻き心地がいいんだこれ。まあこれローターの要素だけではないんですけど、もちろんギアとかね、ハンドルの長さであったりとかそういうところは関係してくるんですけど、多分このツインパワー以上の金属ローターっていうのは完成力もなんかいい感じで調整されてるんでしょうね。超気持ちいいんですよ。で、シマノはこのローターが重いシリーズをコアソリッドシリーズというふうに言ってるんですけれども、その中でもやっぱりツインパワーとステラ、これに関しては重いローターで巻き出しが重いはずなのに軽いんですよ。その中でもそうなったのは18ステラからなんですよね。14ステラの時はこんな巻き出し軽くなかった。見える？やべえな。音が全然少ない。はい。じゃあ次ね、ちょっと巻き抵抗ちっちゃめかつそもそもちっちゃいルアーをやってみたいなと思います。そこまで飛ばないんでね、これ。それはどうか。はい。じゃあちょっと18ステラで。巻き心地は22の方がいいな。まあただ18ステラも相当いい。まあただちょっとね番手が違うんで、あと2500番も持ってるんですけど、ちょっと今実家に置いてまして、あまりにも使用頻度が落ちてしまって眠っております。でしかもそれノーマルギアなんでね。はい。じゃあちょっと 15g のジグ投げてみましょう。もうね、着水点を見てなかった。もうラインを見てた。めちゃめちゃ綺麗。飛んでいく時に出るラインがめちゃくちゃ綺麗やね。なんか
トラブルなるとかそういう雰囲気は今んとこは一切ない。見える？スプールに巻かれたラインが超綺麗なのよ。ちょっと同じジグ投げてみよう。いや、やっぱりあれだな、風が収まってきたらより分かるようになったね。出ていく時のね、音となんかこうパラ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 っていう感覚がすんごい少ない。はい、ちょっと22ステラに戻しました。ちょっとまずいねちょっと22ステラ使いたい病になってきてるね。もうすでにちょっとね、今回初めてステラを検討してらっしゃるという方にね、どういうステラというのがどういうリールなのかというのを紹介しておくとですね、もちろんその超過を上げるためのフラッグシップであることはまあ間違いないんですよ。ドラグいい、巻き取りもその力強いし、大きな魚がかかっても全然巻いてこれる。で、今回インフィニティループでね、こうやって飛距離も出ると。魚を取るためのフラッグシップっていう意味はあるんですけど、実はですね、ステラっていうのはもう一個ね、とんでもない強力な付加価値がありまして、釣りをしてる時間をフラッグシップにしてくれるっていうリールなんですよ。これちょっと言ってる意味わかんない人もいると思うけどなんのこっちゃっていう人もいると思うけど、これね、使った人じゃないと本当にわかんないんですけど、ステラってね、楽しくなってくるんですよね。多分ね、それはこのデザインであったり、この巻き心地、それからこのこれ投げた感じもさらに心地よくなってる。でそれはあんまり超過に関係ないんですけど、多分ね、そういう部分がじわりじわりと効いてきて、ステラをやめられなくなるって聞いたことあるでしょ。ステラを買ったらもうステラしか使えなくなるよって。多分そういうことだと思うんですよね。結構ね、よくこの魚に例えばね、ライトゲームとかそういうちっちゃい魚、それからブラックバス、シーバス、そういったものにステラは必要ないよって、ステラじゃなくてもなーって言われることってよくあると思うんですよ。特に引かない魚であったりとか小さい魚はそういう風に言われがちなんですけども、違うんですよ。自分が好きな魚だったらそれこそステラを導入すべき。アジングであろうがショアジギングであろうがバスであろうがシーバスであろうが関係ないわけ。楽しくなるんよ。だから何魚種もやる人はこれメインだなという思う魚種にステラを導入すべき。もちろんその資金があればね。でしばらく使ってると使ったばっかりのみたいなのが薄れてくるのよ。ただね、その薄れてくるっていうのがやばくて、それがステラ病なんですよね。ステラに慣れてきてるっていう。だから他の機種にした時に、他のスピニングリールを触った時にあれってなるわけ。でも性能は十分なんですよ。最近のスピニングリールっていうのは性能めっちゃ高いから。だけど違和感を感じてしまうのはステラ病だからですね完全に。だからね、その今これを見てる方で魚種迷ってる方いるでしょ。いや、果たしてこの釣りにステラっているかなみたいな考えるポイントをぜひ変えてほしい。そこじゃねえと。ステラがその釣りにいるかどうかじゃなくて、その釣りが好きかどうかでステラを買うかどうか決めて。そうそう。ほんで結構ね、初心者の方ももしかしたら買われるかもしれないんで、ちょっとね、基本の話をさせていただくと、スピニングリール、投げるキャスティングとか見てください。投げます。必ず止めると、この糸をこうパラパラパラってやってるとこう緩んじゃうわけ。緩んでないけどね、あんまり。もう無理やり緩ませようか。こうやって、はい、もう今ダルダルな状態です。でそのダルダルな状態で巻くことを繰り返しているとトラブルにつながりやすいと。それはステラじゃなくてもそう。基本的にはキャスティングで使うスピニングリールは全部そうですね。あとそのポイントとしては、例えばどんな釣り方でもそうなんですけど、巻き始めるときラインを張ることが重要で、慣れてない人はこう竿を上に向けて巻くといい。そうするとルアーは水面にあるし、竿は上にあるから角度がつくんですよ。そこで角度がついてラインが張るから、張った状態で巻くことができるという。そうすればね、非常にトラブル少なくなる。とにかくあまり経験がない方は巻くときに必ずここを張ると、そういうイメージで。ただ今回のステラはアンチツイストフィンがついてるから、多少緩んでようがこのラインローラーを通った瞬間こっち側だけ張るっていうね、そういう画期的な機能がついてるんで、多分さらにトラブル少ないんじゃないかなと思います。
はい。ちょっとね、飛距離を測ってみようかなと思います。どうなるのかな。で、投げる際なんですけども、なるべく同じ力加減で投げるっていうことを意識してやりたいなと思います。で、今風がね、後ろに来てるんですよ。P ラインを横に流されるとちょっと測りにくいんで、風を後ろから、追い風ですね、受ける状態でやってみたいなと思います。ルアーはこれ 28g、1オンスのジグですね。で、ブレードがついてるんでちょっと抵抗があります。で、必ず着水したら糸吹きを取ります。糸吹きが取り切れたら巻き始めると。こんな感じで何頭かやります。はい、72.4 何頭かしていきますね。はい、じゃあ次18ステラ行ってみますね。これ 3000mHg で若干番手が違うんですけど、スプールはこれ同じなんで飛距離は一緒です。2500のスプールがはまってるんでね。はい、着水。糸吹け取って、はい、71.1。さあ、ちょっとね、違うルアーも使ってみようということで、こちら。ジグヘッドですね。ミッドストローリング、ミドストでやりたいなと思います。中層をね、シェイクしながら泳がしてくるっていうテクニックなんですけど、これがですね、よれるんですよ。よれて巻かれるという、最悪のテクニックなんですけど、それをやってみて、この三つ巻きが崩れるのかどうか。でこれ今シェイクしながら巻いてるんですけど、ここのライン分かりますかね。ブル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 揺れながら来るんですよね。だからそのふわついた状態で巻かれやすいっていうテクニックですね。ただ間違いなくこのライン見てるとふわついてるけど、見えますかね。でもちょっと崩れてるか。どうだろう。ちょっと崩れてるかも、三つ巻き。ほんまに抵抗のずーっとかかってくるようなルアーを巻いた時と比べると、大丈夫。トラブルにつながるようなことでは全くないね。はい。じゃあちょっと、このエギもやってみましょう、エギ。しゃくって、ラインがふわついた時に巻いても、全く。エギングに関しては、軽めのリールの方がマッチするかなとは思う。ただステラは、そこじゃない魅力があるんで、バス釣りに関しても、ワームとかでシェイクをする場合、ステラよりもイグジストだったりバンキッシュの方が、正直向いてはいる。ただやっぱり僕もステラ使ってるから、バス釣りで関係ないのよ。向いてる向いてないの問題じゃねえと。でステラ特に今使ってる C3000 なんかはめちゃくちゃ汎用性があるから、何でもいける。エギングもいけるし、でバスもいけるし、で C バスいけるし、でスーパーライトショアジギング、本当に軽い部類、10から30ぐらいのジグ、まず大混雑してないようなところでやるには全然使えるし、でこれスプールの汎用性が2500万系のスプールは全部入るんで、 C3000 と2500のスプールはそれで変えちゃえばもう本当に何でもできる。なのでステラ1台、3000番を買っておけばいろんなことに使えるんで、ステラがいろんな魚がステラで楽しめるっていう良さはあるね。もうね、全くトラブルないのよ、本当に。はい、ところ変わりまして、河口エリアですね。ちょっと残念ながら雨が降ってるんですが、湖面というか川面、見てわかるかな、風がこう吹いてます。で、その吹いてる状況で、底物をやってみようかなと、こういう風に。ちょっと、こんなでかいの食えるやつがいるのかが知らんけども。とりあえず、軽くリフト&フォールしたりとか、あとはズルビーたりとかで、ラインスラックを徹底的に出して取っていくと。音が出ないんよね、ステラ。音は出るけど、今までのステラより全然音がちっちゃい。
で、基本的にアクションとしては、ちょんちょんちょんとして、こういう風にたるみを巻き取るという。ただね、もうここが張ってるのよ。ここが緩んでも起こらんと思うな、トラブル。はい、皆さん今ね、ちょうど根がかったんで、そこをつってるんでしゃあないよな。根がかったので、ちょっとスプールを押さえて、思いっきりスプールに圧をかけてみます。食い込みはどうなのか。あ、外れた。で、今引っ張りました。切りますね。見えるかな。ちょっとここにスタックしてるね。で、スタックした状態、見た目若干食い込んでる気がする。このままキャストしてスプールのばらつきはどうか。あれ、食い込んでたんかな、ほんまにわからん。で、心配だったらば、その食い込んだ時にこう一回スプールから出したらいいと、一番食い込んでる部分をプッてパラッてやってあげれば、基本的にはもう全く大丈夫なんで。だんだんこの投げ感が癖になってきてるね、ほんまに。そもそもね、ステラはベールが気持ちいいでしょ。カチ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 と。この質感がまたいいよね。金属みたいな。で、投げるじゃないですか。で、ベール戻します。これもまたいいよね。で、巻き心地は極上で、巻いてきます。また返して、また動作を始めるっていう、このキャスティングの一連の流れ。それがステラ、一個一個が非常に質感がよろしいっていう話なんですけど、このステラに関しては、そこにさらに、投げ感も気持ちよくなっちゃったっていう、さらにね。これ、チューっていう感じ。音も効果あるよね。やっぱリールは五感で感じるんだと。うん。はい。またね、時間が来まして、今度は、ここにやってきました。で、フロロライン試していこうかなと。バスの場合、フロロを通しで巻く人が多いので、その使用感もちょっと見ていきたいなと。僕もたまに巻いたりするんでね。で、フロロの6です。はい。普通6ポンドを通しで巻くスタイルってあんまないんですけど、なぜなら太すぎるから、トラブるから。だいたい4、5。で、細いとこ行くと 3.5、3とか、そのぐらいを巻いたりするんですけど、あえて6でやっていこうかなと。で、スプールいっぱいいっぱいまで巻いてます。で、ちょっとこれでしばらくやっていこうかなと。で、たるみが出るミドストで、こうたるませながらやっていきます。XG 早っ。フロロ今6なんでね、ちょっと5とか4とかなら全然マシかもしれんが、多分30分ぐらいここで感じ見ながら投げてますけど、なんか致命的なトラブルになる気配はみじんもないね。はい。もっともっとちょっと使ってみますね。はい。またこれボトム沈めて、ラインのスラックを使っていろいろやっていきましょう。引っ張ってきて、スラックを巻く。つるびいてきて、スラックを巻く。これひたすら繰り返します。はい。じゃあちょっと18ステラのスプールでも試してみましょう。これ一緒ですね。番手は2500系統のスプールになります。あ、やっぱ22の方が気持ちいいね。で、音もちっちゃい。比べてみるとよくわかんね。ほら、パラパラ音が少ないわ。で、飛距離はマジでほぼ一緒。1メーター伸びてないんちゃうかな。1メーターいってたらいい方。で、これは多分物によるし、あとラインにもよると思う。このラインでこのルアーだったら、従来のスプールというか、インフィニティループがないモデルよりもこんだけ飛ぶよとかそういうのはあると思うけどね。鬼回収。
長谷川さん、スピナベはどうなったんですか？うわー、でかい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 。あのスト食った。はい。というわけでまとめていくんですけれども、その前にこの22ステラ、最高は最高なんですけれども、ちょっと気になる部分、欠点みたいなところを紹介しておこうかなと思います。欠点なんですけれども、ないです。はい。ただ、気になる部分、これはですね、僕的にはちょっと正直驚きが少ない。確かにインフィニティループキャストフィーリングも良くなって、うおーっていう感じではあるんですけど、でも言っても普通。めっちゃ上がったかって言われると、って感じ。もっと言うなら、僕はこの18ステラ、14から18になった時の方が感動が大きかった。それ何かっていうと、ローターですね。今までめちゃくちゃ重かったんですよ、ローターの巻きが。巻きがすごい重くて、ステラでも重かったのよ。多分ね、それを18ステラで最適化されて、巻きが滑らかでステラだとわかる巻き心地でありながら軽くなっちゃったっていうね。それがね、かなり衝撃的でして、軽い巻き心地のステラなんて、巻き心地というか巻き出しかな、今までなかったんですけど、マジかと。吊るしの状態ですよ。何もカスタムせずに。すげえなということになったのがこれだったんですよ。で、その時の僕の驚き具合に比べたら、こっちはちょっと弱いかなっていう感じ。それぐらい。しかもその具合っていうのは、僕の具合っていうだけで、別の人から見たら、うおって思うかもしれないですしね。あくまで個人的に気になる部分と。はい。で、比較しながらちょっとまとめていこうかなとは思うんですけれども、驚きが少ないとはいえ、しっかり進化はしてまして、まずこの18ステラと比べて、さっき言ったようにキャストフィール、これ向上はしてますが、めっちゃ上がってるってわけではないです。で、巻き心地。これは僕は良くなってると思う。刃面が大きくなったからなのかわからないけれども、非常に力強く、なおかつ超滑らかです。めちゃくちゃ滑らか。これも、めっちゃ差があるかって言われたら、もともとすごい良かったんで、向上はしてるけども、ビビるような差ではないと。で、ドラグなんですけど、これはごめんなさい、不明です。でっかいのは釣ったんですけど、まだちょっと釣り足りないので、いいことは間違いないんだろうけども、違いみたいなところはまだ認識はできないですね。で、一番の僕の推しなんですけど、これ。インフィニティループに関連することなんですけど、キャストフィールももちろんいいのはいいんですよ。これよ。ラインというかスプールがめっちゃくちゃ綺麗。もうとにかくスプールに巻かれるラインが綺麗。もはやラインまでデザインの一部になったんだなと思わせるぐらいの綺麗さがある。ここがね、僕22ステラ最高のポイント。だからこれがね、またステラを手放せない理由の一つになっちゃったわけ。ベール音でしょ、巻き心地でしょ、でキャストフィールでしょ、さらにここのデザインみたいな。だからちょっとね、もう18ステラのこのパラパラ巻きがなんかって感じになっちゃうのよ。性能差じゃないよ。見た目の綺麗さの話。はい。ここでですね、これ今までもされてきたことなんですけれども、他のリールとステラが差別化されている部分、これを紹介していきたいのと、おそらく来年以降ですね、今回の22ステラの機能がバンキッシュなりツインパワーに降りていくと思うんですけど、でもステラとは根本的に違う部分、それね、細々したところ言ったらかなりあるんでしょうけど、代表的な部分紹介していこうかなと。まずですね、ステラはフル金属ボディであるということですね。こことここが金属でできている。バンキッシュもツインパワーも片方が金属ではないと。20ツインパワーに関してはそれが結構話題になりましたけれども、そしてさらにこのリールフット、足ですね、足にこのケースがついてるギアボックスっていうのかな、これ19バンキッシュなんですけれども、19バンキッシュは足とこのケースが別になってるんですよね。で、こっちが蓋部分ですよ。蓋部分に足がついてるという。で、こっちが金属ではないっていうことなんですね。ツインパワーもそうです。
構造的に見たらどう考えてもこっちの方が強いよね、ステラの方が。でステラに関しては蓋も金属なんでね。そしてさらによく言われてるのが修道士ガイドですね。これメインシャフトです。でこのメインシャフトの修道をガイドするシャフトっていうのかな、棒っていうのかな、それが2本ついてます、ステラの場合は。これとこれです。だからより負荷がかかった状態でもスムーズな巻きを維持しやすいのは構造的に見てもステラだということですね。このあたりはね、実際に使用に関してはほとんど差はないんでしょうけど、こういう構造にまでこだわってるのはステラだけだよと。で余談なんですけれども、この構造実は16番機種だったりとか15ツインパワー、これには使われてたんだな。これ19番機種からねなくなっちゃったんですよ、20ツインパワーとか。これ19番機種ですけども、このメインシャフト、これの修道をガイドする棒が1本しかないわけ。これね。だからメインシャフトの要はリーディングを支えてるガイドがステラより1本少ないと。今言った通り差は多分ねほとんど感じないとは思う。僕もそんな感じないし、もうどこまで負荷がかかったら差が出るのか分かんないんですけれども、シマノとしてはこういう風にしっかり差別化してるよと。はい、今回ね初めてステラないしはハイエンドを購入するよという方もいらっしゃると思うので、ちょっと注意事項というか、こんなもんだよっていうのを紹介しておきたいなと。心配しなくていいよというところですね。事前にねいろんなレビューを見て、シマノの PV とかを見て期待感が上がりすぎて巻いた時にあれって思う人がね一定数いつもいるんですよ。巻いた時にねシュルシュルなると、ほら見て。でこれなんですけど、最初はこんなものなので、ステラもあとイグジストとかも巻きノイズとかは鳴るので、シュルシュルの音はね全然気にしないで大丈夫です。釣り場で使ってるうちにマシになりますし、そもそも釣り場では気になりません。であとね、微妙にカチカチ鳴るっていう感覚がある方がいるかもしれないけど、ほとんどの場合それリールのクリアランスなので、これギアとかにもねクリアランスが設けられてるんですよ。じゃないと回らなくなっちゃうんで、これね、わかる？ハンドル持って軽く揺すってあげると、わかります？これも一緒です。ほら。これは必要なものなので、よっぽどガッチガチじゃなければ、全然正常なので、はい、今回10万すると言われているイグジストもこれそうです。ただね、今回、ごめん、ちょっと話脱線するけども、このイグジストに関しては、ちょっとクリアランスの基準が変わったのかな。18イグジストよりもね、片付きが少ないんですよ。そのせいでちょっと滑らか系に感じるっていうのはあるかもしれないね。はい。ただ、片付きが少なくなると逆に重くなる傾向があるから、ちょっとその辺はね、かなりマニアックな部分なんで、なんとも言えないんですけど、とにかく何が言いたいかというと、シュルシュルで、ほんのわずかなカチカチは正常なので、基本的にそのまま使っていただければ、ステラは最高のパフォーマンスを発揮してくれるということですね。で、このステラなんですけれども、僕ブログも書いておりまして、動画の説明訳にブログを貼り付けております。そちらでもね、別角度から分かりやすくステラをまとめているので、検討しているもしくは気になっているよという方は、ぜひ動画説明訳からそちらも見てください。はい。というわけで、これから僕はこの22ステラをメインに据えて、釣りを楽しんでいきたいなと思いますんで、またよかったらこのチャンネル登録して見ていただければなと思います。この動画にもね、高評価いただけると非常に嬉しいです。それでは皆さん、いいステラライフをということで、K でした。